はい、ただいま6月21日の5時32分です。はい、この動画ではですね、草刈りの映像を見ながら限界集落であった池谷集落が再生するまでの物語を連続シリーズでお届けしたいというふうに思います。バックナンバーは再生リストで整理しますんで、他の回をご覧いただきたいという場合は再生リストからどうぞご覧ください。再生リストのリンクは概要欄に貼っておきます。続きをご覧いただきたい方はチャンネル登録、していただきますと、更新したらすぐにご覧いただけますんで、ぜひですねチャンネル登録をお願いいたします。またですね、字幕をオンにしていただきますと、字幕も見れますんで、ご活用ください。こちらの字幕はですね、一応自動翻訳ではありますが、英語と中国語にも対応しておりますので、そちらでご覧いただく方はぜひですね、よろしくお願いします。それでは第4話行ってみましょう。ボランティアってなんだ？中越大震災が発生してから年が明けて2005年の1月から3月は例年以上の大雪でもあり、震災でダメージを受けている住宅の雪下ろしっていうのはできるだけ早めに行いなさいというふうに行政指導がありました。そんなこともありまして、ジェンは除雪ボランティアを募集しました。イベント名はスノーバスターズという名前で募集しました。そして山本さんが住む中条地区の太子堂の集会場を拠点として借り受けて開催されたんですね。で、除雪ボランティアっていうのは3回行われまして、93名の参加がありました。そして参加したボランティアの方々にアンケートを取ったところ、回答ではですね、今後も年間を通じてボランティアに行きたいという回答が数多くですね、寄せられました。そしてですね、スノーバスターズが終了した後、ジェンから2つの提案と依頼がありました。1つ目はですね、ボランティアの受け入れの核となる団体を立ち上げてほしいということですね。そして2つ目は、ボランティアが自分たちで活動できる拠点を探すことでした。そこでですね、山本さんは故郷である入山集落の隣の集落、池谷集落でボランティア活動ができないかというふうに考えました。で、池谷集落の人たちのことは子供の頃からもよく知ってましたし、第2話でも紹介した通り、震災が発生する以前から稲田さんとも閉校になってしまった池谷分校で何かできないかというふうによく議論もしてました。なのでジェンの木山事務局長にも来てもらって池谷集落の人たちを集めて説明会を行いました。山本さんからの話を聞いた集落の人たちがまず思ったのは、ボランティアってなんだ？一日にいくら払えばいいんだ、ということでした。集落の人たちのほとんどの人はボランティアっていうのを、見たことも聞いたこともなかったからですね。ですが集落の人の中には中越大震災の直後に十日町市のボランティアセンターから派遣されたボランティアの方に農作業を手伝ってもらったというそういうことがある人もいたんですね。また昔なじみの山本さんが言うことでもあったんで、村のためにもなるみたいだし、ダメだったら帰ってもらったらいいんだから、とりあえずやってもらおうかというふうに、話がまとまったんですね。ただ池谷の人たちから山本さんは、迷惑はかけんなよ、もしそうなったらひろしお前全部責任取れよみたいに、念を押されました。こうしてですね、山本さんは自らが代表になり
十日町市地域おこし実行委員会という名前の、団体を立ち上げて、集落の人たちも全員そこに名前を連ねました。で、この団体の名前を池谷入山地域おこし実行委員会ではなくて十日町市地域おこし実行委員会にした理由は、自分たちの集落だけではなくて、周辺地区、ひいては十日町市全体の地域おこしも考えていこうと。そしてその情報を全国に発信し、日本を変えるような運動にしたいという、山本さんたちの思い入れがあったためですね。ただ実はこの、自分たちの集落だけではなくという部分では、関係者間の認識に、ちょっと認識のズレがですね、生まれることもたびたびありました。例えばですね、ある時に十日町市内の別の地域の団体から、ジェンにうちにも来てもらえないだろうかという、話が出たことがあったわけなんですが、そういう話が出た時に、ジェンの木山さんが関心を持ったのを見て、池谷集落の人の中にはですね、おいジェンを取られちゃうんじゃないかというふうに、考える人もいました。山本さん自身でもですね、ジェンがどこまで池谷入山に力を貸してくれるのか心配になったこともあると言います。ですがですね、よくよく考えてみますと、ジェンが震災復興に入ったそもそもの目的っていうのは、池谷入山集落だけではなくてですね、もっと広い視野で日本の農村問題を解決することだったということを踏まえると、ジェンが他の地域の話に関心を持つというのは、当然のことだったんですね。で、企画段階でこの団体名を考えたジェンの木山事務局長や稲田さんや山本さんの間では、そういう思いからですね、当面暫定的に十日町市地域おこし実行委員会で行きましょうということになってました。ですがですね、この暫定的にと言っていたもののですね、結局2017年の3月まで、そのまま正式名称としてこの十日町市地域おこし実行委員会という名前が使われることになりました。で、この団体はですね、後日談になりますが、2012年の4月に NPO 法人化をしまして、特定非営利活動法人十日町市地域おこし実行委員会というですね、もうかなり長ったらしい、名前に、なりました。そしてですね、2017年の4月から、名前を変えまして、現在の特定非営利活動法人地域おこしというふうに、なりました。この名称変更の詳細については後日またの機会にですね、お話をしたいというふうに思います。さてですね、今回は池谷集落に、ボランティアを受け入れるまでのお話をしました。次回はですね、実際にボランティアの人たちが来たらどうなっていったのかということについてお話ししていきたいというふうに思います。そちらもぜひですね、お楽しみにしていただければというふうに思います。それではですね、ここまでお聞きいただきまして、本当にありがとうございました。で、最後にですね、また草刈り後のメンバーの感想も述べさせてもらいますんで、そちらの方もぜひ、お聞きいただければというふうに思います。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。朝早かったですけど、蒸し暑くて、汗だくになって、かなり消耗した感じがします。午後もうちょっと仕事できそうなんで、頑張りたいと思います。以上です。自分は最後の田んぼの斜面の草刈りしている時に、鉄の杭が、あったところ、気をつけてはいたんですけど、思ったよりも鉄の杭がちょっと長くて、最後油断した時にもろとも当たって、かなり欠けてしまいましたが、切れ味は問題ないですけど、ブレてもう手が
手とね、まあ多分機械もあんまり良くないと思うんで、ケチらずに潔く変えて、次回は同じ場所も気をつけて、借りたいなと思います。以上です。昨日がですね、ものすごいジャングルのようなところをやって、かなり疲れたんで、今日はまあ、なんか、程よくという感じでした。まあ、とはいえ、なんか結構斜面もね、大きかったんで、なかなか借り応えがあるなと思いました。で汗かくとね、なんか結構気化熱で、あんまり暑さを感じないというか、なんか水中にいるような感じで、もう、いい感じですね。で、自分はこれはもうカッパを着て、下はパンツで、ズボン履いてないんで、これだとね、ほんと、後でシャワー浴びたらもう一瞬です。はい。洗濯もT シャツとパンツで、靴下だけでいいんで、これはいい、やり方だと思います。はい。ということで以上でした。どうもありがとうございました。はい、終了時刻が8時48分でした。